こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。ちょっと最近年末ということもあり忙しくてちょっと間が空いてしまいまして申し訳ございませんが、今回はジオラマ制作の6回目ということでダムとダム湖を作っていきたいと思います。現地調査に行ったのが兵庫県神戸市北区の千狩ダムというところで、全くこの通りに作るというのは難しいと思うので、あくまで参考ということでしたいと思いますが、神戸は大阪から車で1時間ほどこちらにあるダムでございます。ダムの放水口のアーチの部分は少々難しいので、ここはグリーンマックスの水平橋脚というのを加工して使うことにいたしまして、このパーツの下の部分をカットしたものを4つつなげたのがこちらになります。あとはひたすらプラバン加工となりますが、サイズの方は作るものによって変わるので簡単に紹介しますと、水平橋脚の長さが6センチなので4つで24センチ、幅の方はここの土台が2センチ ×2 個なので最低4センチは必要となります。今回は天板の方が5センチの幅、中間の水の流れるところは4センチ幅としております。ここに1センチ ×5 センチの短冊のようなものを12個作りまして、1センチ間隔に貼り付けて、それからその間にアーチの部分を差し込んだのがこんな感じになります。長いプラ板の上に短冊のようなプラ板が乗る形で、上から見るとこういう感じ、横から見ますとこんな感じで、要はここから水が流れる形を作りたいということでございます。次に両面テープなどで仮止めをしまして、こんな風に垂直に立てます。またプラ板をカットしまして、サイズの方は4センチ ×2.5 センチのものですが、こちらをアーチの内側に貼り付けていきます。内側に壁は作りますが、アーチの真下の屋根の部分は作らないという方針でやっております。さて、またプラ板のカットが続きまして、もうプラ板は見たくないというぐらいまで切り続けておりますが、とりあえずここは仮止めということで使わないパーツでございますが、今度は放水口の下、滝の部分を作っていきます。参考ですが、この大きなプラ板のサイズは24センチ ×4 センチ、そこに再度短冊状のプラ板を貼り付けていきます。長さは長い方が 5.5 センチ、短い方は 4.3 センチとなります。一応カットした枚数を申し上げますと、下の方が25枚、上の方は24枚となりまして、全部カットし終わるのに 5,6 時間をかけた感じでございます。ではお次は塗装の方ですが、普段はエアブラシを使っておりますが、グレーが多いのでエアブラシを片付けるのがめんどくさいということもあって、安くて大量に入ったスプレーを購入してきまして、普段は2度塗りしますが、とりあえずは1度塗りで中と天板と軽くスプレーしまして、今後色合いを変えるかもしれませんが、一旦こんな感じに収めております。では次に両サイドの方ですね、作っていきますが、これまたプラ板でこんな風な感じでカットしまして、裏にはプラ棒で補強、さらにパテで固めて、正面から見て右側がこちら、左側がこんな感じになりまして、同じように固着しております。続きまして現場手前の土手なんですけども、ここにグリーンマックスののり面 A というのを配置いたしました。ここに作った分を乗せますとこんな感じになりまして、
後ろから見たらこんな感じでございます。この印の部分は水の成分である透明レジンを流した後に作っていきたいと思いますが、反対側の方はちょっとうっかりしておりましたが、このままレジンを流しますとボルトが水没しそうなので、ちょっと変更しまして、この部分に覆いのような感じで土台を作りまして、その上にちょっとした建造物を作ろうかということで先に加工しております。たまたまクローゼットにあったのがトミーテックの変電所で、暫定的ですがこれを置いてみました。一応ボルトの長さが6センチなので、なんとか取り出せるだけの7センチの長さの空間を確保いたしました。ちょっとジオラマ制作と動画の順序が逆になっておりまして、地面の方をやっちゃっておりますが、これに防水加工を施しまして、お得用ラッカースプレーのグレーを軽く吹きかけたのがこんな感じ。後ろから見るとこんな感じでございます。ではお次は転落防止用の柵を取り付けていきたいと思いますが、ちょっと加工しております。使っているのは加藤から発売されているガードレールとなります。ちょっと形状としてはこの千狩ダムの柵とはかなり違っている印象でございますが、Nゲージサイズの柵としては鉄路柵とかそういったものばかりが発売されておりまして、なかなかいいのが見つからないので、自分で真鍮線で作ろうかとも考えておりましたが、なかなか難しいので、今回はこちらを加工して使うことにいたしました。柵の手すりと手すりの間の装飾と言っていいんでしょうか、その部分を取り除いてから銀色に今回は塗装いたしまして、つなぎ合わせるために柱を1本カットしました。下の方がつなぐ前で、上の方はつないだ後になります。これをパテかゴム系接着剤でつけるといいかと思います。その後はピンバイスを使って 1.2 ミリの穴を開け、柵を差し込んだのがこちらとなります。では現場の方にこちらを持ってきました。すでにレジンを流した後の絵になりますが、まだ左右の袖の部分とか柵をつけたいので完成というわけではないですが、一応こんなところで今回は終わりにしたいと思います。ということで次回の動画は地面を構築した後土色に塗装して、さらにレジンを流し込んでいく形となります。すでに制作の方はかなり進んでおりますので、次回は割と早めにお届けできるかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。